今はもっと上手くなってるんだよっていうね。こんにちは。今日はアデレンの靴やっていきます。この前の動画ではすくい縫いをやったんですけど、ちょっとねその後コルクを入れました。今回中物のところを少し飛ばしまして、シャンクを入れてコルクを入れて削っておきました。こんな感じになってます。で若干ねこう山が見えると思うんですけど、若干のフィドルバックにしてます。でこれ本底です。これはねそんなに硬くないやつですね。イタリア製ベンズ、イタリアの底材で、最近使っているオークバークよりはかなりね柔らかめの素材です。でそれを本底加工、この端っこを少し薄くしまして作ってあります。今回は出し縫いするんですけど、出し縫いの前の準備からねやっていきますかね。結構ねこの出し縫い前の準備っていうのが大変で、やることがなかなか多いんですけど、やっていきます。まずはこいつらに糊を塗ります。この本底ね水につけていきます。はい、本底を水につけて柔らかくしてきました。ちょっとねこの辺り癖付けもしておきましたんで、はい、こんな風にねソールがつきました。一応このフィドルバックのウエスト部分、山の盛り上げをね作ってあります。また後でちゃんとやりますけどね。今コバかなり張り出してるんで、ここねこんなにいらないんで切っていきます。で次はですね、ここ今こうやって線引いてあるんですけど、前部分今回ねハーフラバーを貼ります。薄いゴムを貼れるように先に削りたいんですよ。ということでここにゴムを貼る用の溝、切れ目をね入れておきます。はい、こんな感じでここに1ミリぐらいの段差をつけました。ここにゴムがはまる感じです。で前部分は接着のいいようにヤスリで削っておきます。はい、こんな感じです。じゃあ次はこの部分、ウエスト部分だけドブ起こしします。この部分はもうゴム貼り付けちゃうんで出し縫いが見えてていいんですけど、この部分は出し縫いを隠したいので包丁で薄くスライスしてこの皮を起こしたいと思います。はい、これでドブ起こし完了です。この部分は段差をつけた分ジャストでついて、ここがねつらい位置というか段差が今度はなくなってます。1ミリぐらいをこうスライスした感じですね。そんでもってここ今切れ目入れたんですけど、出し縫いを入れる溝を掘っていきます。はい、こうなりました。ここに溝を掘って、ここに糸が収まってソールと平らになるという感じです。はい、で出し縫い前の準備はまだ終わりません。
次はこの電熱器でこのウィール、こいつね、ここが歯車になってるやつ、こいつを使って出し縫いのピッチ間隔を、目印をねつけていきます。でそれを電熱器で温めます。でこんな感じでウィールの跡がつきました。このギザギザの印に合わせて出し縫いをかけていきます。じゃあね、縫っていきます。いや、出し縫い準備長かった。結構出し縫い準備ね地味なんですけど、やることがたくさんあってめんどくさいんですよね。めんどくさいって言ったらよくないんですけど、結構ねその作業が多くて地味な割に作業時間が長いんで、撮影時間がね長くなっちゃって、ちょっとね大変なんですよ。今回は出し縫いと出し縫い準備というセットで動画にしてみました。ここからの出し縫いがね本番なんで、さっきウィールに12って書いてあったのは何度も言ってるんですけど、1インチの中に何針縫うかということで、今回12針ってことですね。で1インチは 2.5 センチなんで、25ミリ割る12、およそ2ミリ、1目が2ミリちょいってことですね。結構ドレッシーな見た目になります。細かく縫えば縫うほど繊細なイメージになって、ドレッシーなエレガントな感じが増すんですけど、その分ね細かく縫えば縫うほど縫い目の数が多くなるんで大変になります。この土踏まず部分は今回ベベルドウエストなので、この出し縫いの糸は後で隠してしまうので、間隔は2ミリじゃなくてもっと粗め5ミリぐらいでね縫ってます。かなり調子いい感じで縫ってますね。本当はもうちょっと穴開きがねスムーズにいくといいんですけど、糸通して締める。ちなみに出し縫いはすくい縫いほどギツギツに締めないですね。すくい縫いはやっぱりアッパーとライニングの皮、あとウェルトをこう引き締めて寄せて密着させるっていう、そういう効果があるんですけど、この出し縫いはねもうウェルトとソールは一応接着剤でくっついてるんで、ある程度引き締めておけば大丈夫です。そういえば去年の今頃は3足目に当たる革靴を作り始めて3足目の革靴を作ってて、それがモリジンで初めて靴の制作動画として上がった1本目なんですよ。100時間かけて作る1足の革靴っていう動画で結構再生も回ってて嬉しいんですけど、正直その時の靴すごい動画作成も頑張ったんですけど、その時のね靴っていうのは今からすると当たり前だけど、全然ダメっていうか、下手なんですよ。だからその動画伸びるのは嬉しいんですけど、今はもっと上手くなってるんだよっていうね、その動画を見てくれた人にぜひ伝えたい関連動画とかで多分出てきてるとは思うんですけど、最近この一部始終を撮る動画っていう専用の靴をね作ってないんで、ちょっとそろそろやった方がいいかな。この時と比べて完成度が変わってるところを示すためにも。内側土踏まず部分も塗っていきます。内
内側土踏まず部分は結構こうえぐれてるというか中に入り組んでるんで、こんな感じの角度感ですね。これぐらい斜めにこう針を差し込んでます。でこの糸が通る角度もかなりこう斜めですね。皮に対して斜めに通してます。はい、こんな感じで縫い終わりました。まあ多少ねこうよたつくとこはあるんですけど、おおむね何よりねちょっと糸目の雰囲気が今回かなりいい感じで、この後が期待ですね。ウエスト部分はこんな感じでやってあります。ここの部分はこのソールを巻き込んでかぶせちゃって見えなくする場所ですね。で今回この段階でねこの糸染めちゃいます。茶色くするんですけど、これはもう今の段階でねやっちゃいたいと思います。よいしょ。はい、こんな感じに色を入れてコバ目つきをもう一回やり直しました。かなりねしっかりめにパキッといきましたね。これでコバの張り出しを整えてコバを磨いていくとすごくカチッとした印象になると思います。はい、出し縫いが終わりました。時間がねめっちゃ短縮されました。すごい手際よくさっさいけて、これはいいですね。出し縫いね始める前ねこう出し縫い頑張ろうっていうのがあったんですけど、時間が短くなればそれだけ体が楽になるんで、手際が良くなって時間短くなったっていうのはね靴作りのモチベーションもねどんどんアップしていって、一つ一つの工程がねどんどんワクワクしてくるようになるんじゃないでしょうか。実際すくい縫いはなんていうか上手くなった、時間が短縮されたっていうのがあって、ワクワクするようになったのかなということで、出し縫いはねもうちょっとでワクワクしてきそうな気がする。次の動画ではコバをね綺麗にしていくと思います。じゃあ今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。